通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ドラマ版ハリーポッターからの話題になります。今回ですね、映画版のルシウス・マルフォイ役で知られておりますジェイソン・アイザックスが、とあるパネルディスカッションで大変物議を醸しました。スネイプ役を演じると報じられておりますパパイシードゥのキャスティングを非難するファンたちを非難したとして、これがね、大変物議を醸しているんですね。で、今後ね、このニュースが、どのように日本に入ってくるのか、もしくは入ってこないのかわかりませんが、これが伝えられる際に、どのような見出しで伝えられるかというのは、もう察しがつくんですね。で、その際、皆さんにはね、ちょっと気をつけてほしいこともありまして、そもそも今回のジェイソン・アイザックスの発言というのが、何に対して言っているのかというのが、かなり曖昧なんですね。本日はそのあたりを先回りして詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、映画版のハリーポッターで、ルシウス・マルフォイ役を演じました、ジェイソン・アイザックス。今回ですね、とあるメディアが主催したパネルディスカッションで、ドラマ版のハリーポッターで、スネイプ役を演じることになっております。パパイセイドゥのキャスティングを非難するファンについて、言及したというんですね。で、その内容が内容だったので、今回ですね、様々なメディアがこれ、一斉に報じるという事態になっています。じゃあちょっとまずね、バラエティから見ていきましょうか。ハリーポッター出演俳優、ジェイソン・アイザックス、パパイセイドゥのスネイプのキャスティングに無礼な態度を見せた人種差別的なファンの非難。彼らは、swallowing their tongues。ということで早速ですが、こちらですね、swallowing their tongues とあります。こちらが本日のキーワードになります。swallow one's tongue。ということで、こちら慣用句になりますね。swallow っていうのは飲み込む。そして tongue というのは舌ですね。これは皆さんの口の中にある舌。つまり、舌を飲み込むと、こういった表現なんですが、このような意味になります。ショックや驚きで言葉が出なくなる。ということで、こちらね、誰々の舌を飲み込むというのは、何も言えなくなるという意味なんですね。つまりは、罰が悪くてね、沈黙するとか、圧倒されて黙ってしまう。こういったニュアンスですね。日本語訳する場合は言葉を失うとか、グーの音も出ないとかね、そんな感じになるんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、ハリーポッターの出演俳優、ジェイソン・アイザックス、パパイセイドゥのスネイプのキャスティングに、無礼な態度を見せた人種差別的なファンを非難。彼らは、舌を巻くことになるだろう。ジェイソン・アイザックスは、ファンズエキスポのコライダーとの会話の中で、ハリーポッターファンの人種差別的な行動を非難した。パパイセイドゥは、これまでの人生で見てきた中でも、最高の俳優の一人だ。ネット上では彼に対して無礼なことを言っている人たちも見かけたが、あれは人種差別だ。とアイザックスは語った。新しいハリーポッターのテレビシリーズのキャストはみんな素晴らしい。彼が画面で何をやるかを見たら、彼らは舌を巻くことになるだろう。デジタルの舌をね。つまりはこれ、ネット上の人々を指しているということですね。そしてこちらがね、これまでのざっくりとした経緯ですね。エシードゥのキャスティングを受けて、ハリーポッターファンの間では彼が JK ローリングと対立するのではないかという憶測も生まれた。ローリングは原作の著者であり、今回のシリーズ制作にも深く関わっているが、2020年以降、SNS 上で多くの人々がトランスフォビア的だと受け取る発言を繰り返して、物議を醸してきた。一方のエシードゥは今年5月、イギリス最高裁がトランス女性は法的には女性とみなされず、トランス男性も男性とみなされないとする判決を下したことに対し、それを非難する公開書簡に署名。ローリングはこの反トランス判決を称賛しており、これにより一部のファンの間では彼女がエシードゥをシリーズから下ろしたがっているのではという憶測も生まれた。一方アイザックスは HBO のハリーポッターシリーズを SNS 上で積極的に支持している。ジョニー・フリンが新たなルシウス・マルフォイ役にキャスティングされたというニュースが報じられた際にも、彼はその決定を称賛。アイザックスは2021年の歴史戦争ドラマでフリンと共演している。ということでですね、今回ね、以前から大変物議を醸しております HBO のドラマ版ハリーポッターですね。ここでスネイプ役を演じることになっておりますパパイシードゥ。このキャスティングを批判するハリーポッターファンたちを、このね、ジェイソン・アイザックスが人種差別主義者だとして非難したと、このように言われているんですね。で、これに関してはですね、他のメディアももうね、全く同じ論調です。こちらね、ザ・ラップ。ハリーポッター出演のジェイソン・アイザックス、HBO 版、スネイプのキャスティングへのファンの反応を非難。彼らがやっているのは人種差別だ。ね、全く一緒でしょ。こちらバラエティ、これ伝えていますね。はい、これね、始まったよと。出たよ。ファンが少しでも正当な批判をすると、彼らはいつも人種差別を盾にする。毎度おなじみのパターンだ。既存の黒人キャラクターに投資したり、新しいキャラクターを作ったりする代わりに、安直なレイススワップや、お下がりの役を黒人に与えることこそが人種差別だ。たとえ彼が史上最高の俳優だったとしても関係ないんだ。その役にふさわしくないし、黒人男性に合う役はいくらでもあるが、スネイプはその一つではないんだ。彼の才能や価値を否定しているわけじゃない。
これは目覚めた理由で行われたキャスティングで、原作の没入感や意味を台無しにしているんだ。人を騙すようなことはやめろ。ジェイソン、白人の罪悪感なんてもう通用しないんだ。ファンには怒る権利がある。だって今回キャスティングされたキャラクターは過去の映画にも原作の描写にも全く似ていないんだから。こちら IGN も伝えていますね。ジェイソン・アイザックスが多様性のあるキャスティングを擁護してくれて嬉しい。やっぱり表現されることには意味があるんだ。この方擁護派ですね。結局のところ HBO が何をしようと関係ないんだ。彼らは原作に忠実な映像化をすると言ったんだ。でも今回のキャスティングは原作に忠実な再現なんかじゃない。だからこそ本物のハリーポッターファンはこれを見ないんだ。演技力の問題じゃないんだ。彼の能力に疑問を抱いているわけではない。というような形でですね、今回ね、これをたくさんのメディアが報じておりまして、みんなね、これについて様々な議論をしているんですが、一部ね、これを擁護するという声もあるものの、そのほとんどはですね、共通しています。今回は、スネイプのイメージとあまりにも違いすぎるということを言っているのであって、パパイシードの演技力なんかどうでもいいんだよと。何的外れなこと言ってるんだジェイソン。もうほとんどがこういった意見なんですね。で、今回ですね、なんでこんな議論になっているのかというのは、こちらなんですよ。コライダー。ね、バルネットのコライダーですね。このコライダーが主催したパネルディスカッションでの発言となっておりまして、この記事が一時ソースなんですね。そしてね、ここにね、見出しがあるんですが、彼らがやっているのは人種差別だ。ジェイソン・アイザックス、ハリー・ポッターテレビシリーズのキャスティングを批判する声を非難。ということで、先ほどのバラエティと同じでしょ。このね、コライダーの記事というのが一時ソースになっているので、この見出しに、各メディアが習っていると、こういう状況なんですね。で、冒頭にも言いましたが、おそらくですね、今後このニュースというのが日本に入ってくるかもしれません。その場合は当然ね、この見出しが翻訳されて日本に入ってくるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね、このチャンネルをご覧になっている皆さんにはお伝えしておきたいことがありまして、今回ね、この一時ソースのコライダー、この記事を全文読んでもですね、このジェイソン・アイザックスが何に対して人種差別と言ったのかというのはわからないんですよ。どこにも書いてないんです。コライダーはこのようなタイトルをつけていますが、ジェイソン・アイザックスがこのキャスティングについて言及しているというのはわからないんですよ。まずね、ここ冒頭あるんですが、ハリー・ポッターの映画版でルシウス・マルフォイ役を演じたジェイソン・アイザックスは HBO による新しいハリー・ポッターシリーズをめぐるネット上の反発、特にパパイ・シードゥがセブルス・スネイプ役にキャスティングされたことに対する批判について遠慮なく物申している。ファンエキスポデンバーでコライダーのマギー・ロビットが司会を務めたパネルの中で、これパネルディスカッションのことですね。アイザックスはこの実力派イギリス俳優に向けられている人種差別的なコメントにもう我慢ならないとはっきり語った。ここまでがコライダーのライターが書いている文です。そしてここからがジェイソン・アイザックスの実際の発言の引用になるので、一回ね、ここで頭をリセットして、この実際の発言だけちょっと聞いてみてください。パパイ・シードゥはこれまでの人生で見てきた中で最高の俳優の一人だ。ネット上では彼に対して無礼なことを言っている人たちも見かけたが、あれは人種差別だ。新しいハリー・ポッターテレビシリーズのキャストはみんな素晴らしい。パパが画面で見せる演技を見たら舌を巻くことになるだろうね。デジタルの舌をねと。このシリーズは映画を作ったのと同じ人たちが手掛けていて、各巻を丸ごと1シーズンかけて丁寧に作ろうとしている。だからきっと素晴らしいものになるよ。ということでね、今回のジェイソン・アイザックスの発言というのはこれだけなんですね。パパイ・シードゥという俳優は素晴らしい俳優で、彼に対して失礼なことを言うというのは人種差別なんじゃないのと。でも彼の演技を見たらみんな驚くことになると思うよ。こう言ってるんですね。だからね、このコライダーがつけているこの見出しがなければ、パパイ・シードゥの演技に対し人種に絡めて失礼なことを言っている人たちに対しての発言のようにしか聞こえないんですよ。この引用文だけではね。実際彼の演技を見たらスネイプにしか見えないはずだとも言ってないし、スネイプは黒人で何が悪いんだとも言ってないんです。というのもこのコライダー、今回のね、このエキスポの動画というのを公開していないんですね。そしてこの前後のやりとり、一切書いてないんです。今回のこのジェイソン・アイザックスの発言というのは、キャスティングについて言及したものなんですよ。というコライダーの注釈があるだけなんですよ。これを確認できないんですね。これね、コライダーの記事でも言及されておりまして、コメントがね、一件だけついています。これはよく書かれた記事とは言えない。なぜ批判が起きているのか、なぜそれが人種差別的だとされているのかが書かれていない。オンラインの出版社は、読者が様々な記事へ飛んで、その答えを探すことを前提にするべきではない。必要な情報は全て本文に書くべきだ。こちらね、コライダーのポストです。彼らは人種差別主義者だ。ジェイソン・アイザックス、ハリー・ポッターテレビシリーズのキャスティング批判を激しく非難。そしてね、ここ見てみますと、君の言っていることを証明する動画はどこにあるんですか？正直信じられないんですけど。ということで、今回のね、コライダーの記事を引用しているその他のメディアというのは、コライダーがね、こういったタイトルをつけているというのを免罪符に、このジェイソン・アイザックスがパパイ・シードゥのキャスティングを非難している人たちを人種差別主義者だとして非難しているというように伝えられておりまして、先ほどね、X の反応を見てみても、何的外れなことを言っているんだよと。これはこれで炎上してしまっているんですね。なんですが現状では、一時ソースを見てもですね、コライダーの見解と
してこういったタイトルがついていますが、実際は演技について不当な批判をしている人たちについての発言のようにしか聞こえないんですね。ですのでこれがね、翻訳された場合は、当然ね、このタイトルがつくと思います。ですので少なくともね、このチャンネルをご覧になってる皆さんは、少しね、注意を払っておくといいかもしれません。はい、ということで本日はですね、映画版のルシウス・マルフォイ役で知られております、ジェイソン・アイザックスが、この間が主催するパネルディスカッションで、ハリー・ポッターファンを人種差別主義者だと非難したと伝えられているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。実際ですね、今回ジェイソン・アイザックスがどのような意図で何に対してこの発言をしたかというのは、現状のソースを見る限り分かりませんでした。彼の実際の発言からはこれを読み取れないんですね。ただ分かりませんよ。今後ね、このパネルの映像というのが公開されて、この司会者がね、スネイプのキャスティングを批判している人たちについてどう思いますかと、このような質問をしているかもしれません。ただ現状では分からないということですね。ですのでここの齟齬、違和感というのがネットでは的外れと受け取られた可能性はありますよね。いずれにせよですね、これが大きな話題になるくらい現状でもこのスネイプのキャスティングというのがめちゃくちゃ物議を醸しているということですよね。で一応ですね、ストーリーはね、忠実になぞっていくということになっておりますので、ハリーのお父さんにいじめられるシーン、これどうなっちゃうのと、そんなことも言われておりまして、今回のキャスティングはね、一つの踏み絵として、今後もね、様々な騒動というのが巻き起こるんじゃないかなと思いますね。そして皆さん、今回の件はですね、ヤフーニュースあたりからね、どこかしらの記事が引用されて出てくるかもしれませんが、これはね、メディアがガスライティングしているだけの可能性が、現状では十分あるということになっています。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。